life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me, I just feel weight pushing on my chest. こんにちは、UKI バンライフです。この動画は簡単な DIY と様々な道具や画期的アイテムを使い、車中泊の快適化を楽しんでいく動画です。すべての答えは YouTube にあるをテーマに、わからないことは YouTube を調べて解決していきます。さて、今回はぼちぼち暖かくなってきたので、約1年前につけた 12V 車載エアコンネックポッカの現在の使用感と動作確認、自分が乗っているハイエース、スーパーロング、バンコンキャンピングカーの快適化の紹介なども踏まえてご紹介していきます。まずはじめにエアコンを設置した経緯をお話しします。真夏の車中泊の厳しさ、それは体験した人でないとわからない辛さです。昼は直射日光の下に駐車しようもんならもうかなり危険なレベルですよね。絶対に日陰に駐車してくださいね。窓を開けると普通に虫が入ってきますよ。車用の蚊帳は高いですし、自作しても設置が面倒だったり、設置後の開け閉めが面倒だったりします。夜なんて車内を明るくしていると鉄壁の防御をかいくぐり虫が侵入してきます。虫が入るとある日車の引き出しの中からカメムシが出てきたりするんです。ギョッとしますよ。真夏の夜は信じられないくらい車内が蒸します。換気問題としてはベンチレーターを使ったり、窓を少し開けたり、バックドアを少し開けるなどして風を通しますが、やはりセキュリティ面で心配ですし、車内の音が漏れたり、知らない人の声など聞こえてきたり、ちょっと気になります。そしてエンジンを切った車を温めるのは簡単ですが、冷やすのってかなり難しいんです。実際自分も車載クーラー沼にはまりました。そんなこんなで 12V 車載クーラーネックポッカにたどり着いたんです。前々回の動画で 12V 車載クーラーネックポッカの説明と導入方法をご紹介しました。ハイエースのスペアタイヤを外し、そこに室外機をインストール、リアバンパー内部のエアダクトを経由し、テールランプ裏側から室内に配管しました。これにより車体に大きな穴を開けないで最小限のリスクで車載クーラーを導入できました。ほぼボルトオンで設置でき、多分現状では 12V 車載クーラーの一番簡単な設置方法だと思っています。おかげさまで拙く未熟な動画ですが 4.5 万回再生もしてもらい感謝でいっぱいです。ただ動画公開後皆様からたくさん質問をいただきました。内容を見ると興味はあるけど導入までは躊躇されている方が多いみたいでした。今回の動画でいろいろな疑問を解消し、この 12V 車載クーラーネックポッカの快適体験をより一層広めたいと思います。今年の夏は車内でノマドワークや快適睡眠ができますよ。クーラー設置後いただいた質問。室外機をばらしていましたが、コンプレッサーの向きは縦ですか？横ですか？室外機は一度ばらしましたが、できるだけ簡単につけたかったので元に戻してファンを上向き、車体側に向くように設置しています。コンプレッサーは横向きに設置しています。質問。ファンと車体のクリアランス、ゆとりはどのくらいありますか？ファンと車体の間は約拳1個分くらいゆとりがあります。室外機自体が斜めになっているのと車体もデコボコしているので、最小の隙間は 1cm くらいしかないところもあります。質問。ファンと車体の間が狭いようですが、ファンの真上の室内床は熱くなりませんか？動画を撮りました。2時間くらいクーラーをつけて室外機の温度と室外機真上の車内床の温度を計測してみましたが、22度から23度でした。室内と同じ温度で床がとりわけ熱くなるということはありませんでした。室外機自体のファンから出る風の温度は31度くらい、室外機も高温になっていないのと
ちょっと離れると風も生暖かい程度でした。真夏だとまた変わると思いますが、問題が起こりそうではなかったです。質問。室外機の振動はありますか？室内の音も気になります。正直室外機の振動は多少感じます。スペアタイヤフレームに直接設置したのでダイレクトに振動が伝わっていると思います。音も多少響きます。フレームとの間にゴムを挟めばよかったと思っています。これから設置する方はおすすめです。振動や音の響きが軽減されると思います。とは言っても自分としては許容範囲内です。質問。室外機が縁石や段差にぶつかることはないですか？写真を撮りました。さすがスペアタイヤを収納している場所ですね。ちゃんとぶつからないようになっているようです。ただ確認は必須ですよ。自作フレームだと手間がかかる割に強度や高さなど何かと色々心配ですよね。質問。ホースの長さは3メートルで足りましたか？ホースは基本3メートルで販売されています。自分が購入した時は Amazon で無料にて4メートルに変更してもらいましたが、現在は不可で別途購入のようです。気をつけてください。自分としては車がスパロンということもあり、足りないとつけれませんから4メートルの方が確実だと思います。質問。配管すべて電源コードも含めテールランプ裏を通して室内に引き込むことは可能ですか？自分は高圧、低圧、室内起用電源、排水の4つの配管を通しました。正直キツキツだと思いますし、配管を損傷する可能性もあります。ただ他の YouTuber さんを見ると蒸気にファン電源用の配管を合わせて5本通している動画があります。あくまでも自己責任ですが可能みたいです。質問。本当に真夏の炎天下でも冷房効果はありますか？2022年の一番暑い日の炎天下、日向に駐車して12ボルトクーラーをガンガンに回しましたが、さすがに負けを認めざるを得ませんでした。日陰なら炎天下でも十分効果は得れます。やはり最強といっても限度はありますね。通常のクーラーの6畳用くらいの冷房能力と言われているみたいです。質問。コンプレッサーが横設置でエラー等は出ませんか？ネックポッカに直接聞いたところ、室外機を純正のまま使用する場合ならファンを上向きに設置すれば大丈夫とのことでした。ファンを下向きに設置するとオイルが逆流するとかでエラーが出るみたいです。実際設置後1年近くエラーは出ていません。質問。良い声ですね。声優さんですか？違います。ただの小太りなおっさんです。合成音声を使っています。爽やか青年風に作っています。以上、質問コーナーでした。自分の設置例が少しでも皆様のお力になれれば幸いです。クーラー設置後1年間使ってみた感想。次は実際に使ってみて出てきた疑問や感想をご紹介します。設置後不具合などあったのか？正直設置後一度だけエラー表示が出て止まったことがありました。ですが以降は一度も止まらずに快適に使えています。室外機設置後運転時の振動などでボルトなどの緩みやガタつきはあったか？クーラー設置後1万キロは走行しましたが緩みガタつきは出ませんでした。途中かなり確認しましたが今でも頑丈にボルト固定されています。1年後クーラーの冷え具合は落ちていないか？こればかりは計測が難しいので感覚の問題になってしまいますが、冷え具合は落ちていません。たとえ落ちていたとしたらガス漏れを疑った方が良いと思います。使用し続けることで室外機のファンの回転不具合や騒音が大きくなるなどあったか？起動時のファンの回転音を聞くとあまり変わっていないので順調に動いてくれています。経年劣化で騒音なども上がる可能性はありますが1年使用では全く変わっていないです。使用時間について。1年間トータルで45時間から50時間以上は使ったと思います。冬季は1ヶ月間隔くらいでたまに起動していましたがすんなり冷えてくれたので安心感が増しました。リモコンの使い方について。リモコンは英語表記で意味不明なところもありあくまでも自分の解釈で説明します。基本画像通りですが補足するとスイングフラップボタンは機能しません。なぜ真ん中が26度なのか。
わかりませんが、押すと基本表示になるだけです。下の3つのボタン。ストロングは室外機ファンの回転数が上がり、パワフル運転します。もちろん騒音も高くなります。スタンダードは通常運転。スリープは室外機ファンの回転数が下がり、騒音を抑えめにしてくれます。スリープに関してはあまり意味を感じませんが、気持ちの問題かと思われます。1年使用後の室内機内部の汚れ。クーラーなので結構気になる内部の汚れはどうでしょう。匂いの原因にもなりますし、確認してみます。パカー。こんな感じです。思ったより綺麗ですね。心配していたカビなども発生していません。ファンの内部もホコリがそんなについていません。その他も確認しましたが、ちょっと拭いて終わりです。思ったより汚れないということですね。室外機の汚れも見てみましょう。パカー。どうでしょうか。1年間野外にて放置。高速走行時は 120km の風にさらされていますが、かなり綺麗ですね。虫などもいません。移動することでホコリなども吹き飛んでくれるのでしょうか。ちなみにこの向きの設置方法だと、このように蓋が取れて整備や確認もしやすいのもメリットの一つだと思います。ここで Vlog として購入時ネックポッカから送られてきた室内機エラーコードを載せておきますね。説明書より抜粋。クーラー使用中にこのコードが画面に表示されている場合は、関連する機械の故障を示している可能性があります。表示する操作を行ってください。クーラーを止めて電源を切ります。10分後、電源を入れて起動します。コードがまだ存在する場合は修理が必要です。ネックポッカに相談してみましょう。注意、コードが消えても引き続き使用できます。コンプレッサーの故障はコンプレッサーについている LED 点滅で示されます。コンプレッサーの最後に点滅する赤色のインジケーターランプの点灯数です。クーラー設置後直したところは、室内機の設置角度です。画像のように少し斜めに設置しないと排水が出にくいと思い、角度を下げました。あとはおもらし場所を直したいのですが、めんどくさくて未だに行っていません。クーラーの構造について。写真などを見てもらっても分かる通り、かなり単純な作りなので、修理やパーツ交換など素人 DIY でも簡単にできそうです。アリエクスプレスでもパーツは見つけられます。大手メーカーなどになるとちょっとした修理でも高額になりがちですよね。お金で解決できれば楽ですが、少しの知識と少しの手間で解決できるなら自分はそちらを選びます。まとめとして、設置後1年経っても快適に使用できていますよ。以上、12V クーラーネックポッカの使用感でした。12V 車載クーラーネックポッカ導入による電源問題、今まで行ってきた対策と現在のサブバッテリーシステムについて。自分は今まで車載クーラー沼にはまっていました。それは同時に電源問題とも戦っていたことにもなります。12V 車載クーラーと電源問題はセットで考えなければなりません。始まりは2020年5月頃に購入した消費電力 380W の怪しいミニエアコン。こちらは動画を制作しています。詳しくはそちらをご覧ください。こちらのミニエアコン、消費電力が少なく電力的には全く問題なかったのですが、いかんせんパワーがなくハイエース全体を冷やすことはできませんでした。まだこの頃は簡単に車を冷やせると信じていました。次に購入した2台目のクーラーは2021年8月、真夏の車中泊をした時、暑さに耐えきれず旅先のコメリで衝動買いした中富の MAC20 という移動式エアコン。かなりかさばりましたが、真夏の夜除湿で快適感アップ、多少車内を冷やしてくれました。あくまでも多少ですが、ただ深刻な電源問題が発生。中富 MAC20 の消費電力はカタログ値で 770W くらいです。まず突入電力が高くインバーターを選びました。そしてリポ4バッテリー電源の DC 出力からインバーターを通し AC に変換。常時 770W くらいの電力を流し続けるため、リポ4バッテリーや端子などかなり熱を持ってしまいました。特に
端子は触れないくらい熱を持ち、扇風機で直接冷やすという荒技で使用していましたが、バッテリーの寿命も減りそうですし、なんか危なさそうなので使用を断念しました。実際 YouTube でバッテリー端子部が溶けた方もいますね。高出力を数分なら問題ないのでしょうが、数時間となるとサブバッテリーシステムに大変負荷をかけることになってしまうでしょう。自作サブバッテリーシステムを構築された方はこの発熱問題に気をつけてください。最悪火災に発展することがあります。そしてようやく 12V 車載クーラーネックポッカにたどり着いたのです。ネックポッカは DC12V 電源です。サブバッテリーシステムの DC12V と同じなので、熱効率も変換効率も良く、常時 800W クラスの消費電力を数時間継続使用しても、リポ4バッテリーの発熱も少なく快適に使えています。ほんと目に見えないいろいろな内部的問題が車載クーラーにはあったのですが、その問題を全て解消してくれて、ハイエースクラスの車内でもよく冷えますし、これを進めないわけがないんですよ。でも電力問題としてやはり 800W クラスの消費電力になるので、単純に大容量バッテリーが必要になります。これも必須だと思っています。自分の車には 600Ah のリポ4リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載しています。電源容量は満足レベルですが、消費した電力を回復しないと 12V 車載クーラーの普段使いができないので、サブバッテリーを充電しないといけません。通常サブバッテリーシステムの充電方法は、家のコンセントから充電する外部充電、ソーラーパネルから充電するソーラー充電、そして車の走行時に余った電力をサブバッテリーに充電する走行充電の3通りがあります。自分のハイエースにはこの3つがついていますが、走行充電のシステムが10年前の機械らしく、今回 12V クーラーを設置するにあたり走行充電システムを改良しました。そちらの動画も制作しましたので、ぜひご覧ください。車が走行している時、オルタネーターという機械で発電し、車のメインバッテリーに電力を送ります。通常のサブバッテリーシステムはメインバッテリーから電力を取り出し、サブバッテリーに余った電力を充電するのですが、今回制作の走行充電は発電機であるオルタネーターから直接電力を取り出し、サブバッテリーに充電できるシステムを構築しました。イギリススターリングパワー社の AB1280 という製品を使用しています。この製品の良いところは、高効率でサブバッテリーに充電できることです。今回の 12V クーラーを使用し、その他冷蔵庫や照明、テレビと Fire Stick で動画を見たり、家と同じ環境で気兼ねなく一晩使っても、自分の環境下では3から4時間くらい走行するとサブバッテリーが満充電になってくれます。ちなみに前回制作した動画内で総合的に微妙と言っていますが、後に AB1280 システムから出るマイナス端子を太いケーブルで車体アースにしっかりとつなげることで動作改善され、問題が解消されたので、かなり実用的な走行充電システムになりました。実際この走行充電システムに変更してから、コンセントからの外部充電を使用しておらず、半年ほどオフグリッド車中泊が可能となっています。ここまでの性能は期待しておらず、本当に車中泊の電力問題が皆無に近くなりました。走行中どんどん電力が溜まっていくのが本当に楽しいです。ガソリン入れても走行充電できると考えると、ガソリン代がお得に感じれるようになりましたよ。そしてもう一つ、サブバッテリーシステムで改善した部分があります。サブバッテリーの残量がわからないと心配ですよね。バッテリーバンクへ流れる電圧、電流、バッテリー容量などの情報を監視するための機械があります。それがバッテリーモニター、電圧計&電流計です。こちらの機械、今の時代簡単にできると思うのですが、なぜか表示モニターが有線でつながっているため、モニターの設置場所によっては確認しづらいことがあるのです。 Bluetooth 経由で携帯で見ることができれば楽だと思い探したのですが、なぜかなかなか見つからないんですよ。そしてやっとこさ見つけ出したのがこちら、ビクトロンエナジー社のスマートシャント 500A バッテリーモニターです。こちらの良いところは、もちろん Bluetooth を使い携帯からバッテリーをモニターできるところ、つながる範囲であればどこにいてもバッテリーの残量や使っているワット数や充電されているワット数を確認できます。運転中も車内後部でくつろぎ中も
いつでも確認できることが本当に楽です。小さいことですが結構悩んでいる方多いのではないでしょうか。まとめとして今回 12V クーラーを設置するにあたり AB1280 システムで走行充電を強化、 1000W 超えの大容量走行充電を可能にし、スマートシャントで充電具合の確認を簡単にできるようにしたことでトラブルも回避できるようになりました。 12V クーラーを気兼ねなく使えるようになり、オフグリッドという無駄のないなおかつエコなシステムになりました。自分としては大満足な結果です。ここからはあくまでざっと調べですが、某大手キャンピングカーで製作されている〇〇システムなど、オプションでリチウムイオンプラス、ソーラーパネルプラス、走行充電プラスで多分150万円から200万円以上はかかると思います。この DIY 走行充電なら格安で設置できますよ。設置効果絶大の走行システムと 12V クーラー、どちらもほぼボルトオンでつけれるのも良い点ですよね。あくまで自己責任ですが。以上、クーラー設置後電源問題と行った対策、走行充電システムと現状の使用感でした。長い時間お疲れ様でした。そして最後までご視聴ありがとうございます。今回はいろいろ詰め込みすぎてまとまりがなくなってしまいすみませんです。ただどうしても今回の動画でこの 12V エアコン企画を伝えきらないといけない事情がありまして、それも踏まえ次の動画から新企画が始まりますので楽しみにしていてくださいね。頑張って登録者1000人目指しています。少しでも興味がありましたらチャンネル登録、高評価、ベルマーク通知オンをお願いします。それでは他社